ありがとう。も、苦しい。も、父は口にしなかった。息子はその姿を見て、強さとはそういうものだと思い込んで生きてきた。1991年の秋、韓国ソウルのある地方裁判所に、一通の嘆願書が届いた。そこから始まる物語だ。差出人の名前は、当時53歳の父親。内容はただ一向に集約されていた。息子の代わりに、私が軍隊へ行きます。と、その文字を35年後に初めて目にした息子は、声を上げて泣いた。生まれて初めて、父親の前で泣いた。父親はその日、何も言わなかった。ただ静かに、息子の肩に手を置いた。その手が、少しだけ震えていた。これは、ある家族の話だ。派手な出来事は何もない。有名人も登場しない。記録にも残らなかった。小さな嘆願書の話だ。しかし、この話を聞いた人のほとんどが、途中で言葉を失う。なぜなら、父親はこの嘆願書のことを、35年間、誰にも話さなかったからだ。妻にも、息子にも、一切話さなかった。裁判所に却下され、ただ黙って帰宅した。その夜、夕食の席でいつもと変わらず箸を持ち、息子の茶碗に飯をよそった。父親にとって、それは、特別なこと、ではなかったのかもしれない。親として当然のことをしようとした。ただ、それだけだったのかもしれない。だからこそ、重い。だからこそ、胸に刺さる。言葉にしない愛が、35年という歳月を超えて、一枚の古い紙の上に静かに残っていた。この話には続きがある。なぜ息子は兵役検査で不合格になったのか。父親はその日、どんな顔で裁判所へ向かったのか。そして、嘆願書はなぜ今になって発見されたのか。次のパートでは、この物語の主人公となる父と息子、二人の人生を紐解いていく。1991年、韓国、あの時代を生きた人々は、今もその空気を覚えているだろう。高度経済成長の波に乗りながら、社会の隅々にはまだ古い価値観が根を張っていた時代。男として生まれたならば、必ず兵役を果たすべきだという空気が、当たり前のように漂っていた。この物語の父親は、1938年生まれだった。戦後の混乱期に少年時代を過ごし、貧しさの中で懸命に家庭を築いてきた人物だ。若い頃に自らも軍に服した経験を持ち、その誇りを静かに胸に抱いて生きてきた。多くを語る人ではなかった。感情を表に出すことも、ほとんどなかった。ただ、黙々と家族のために働き続ける、そういう世代の男だった。息子は長男だった。父が人生をかけて守ろうとした、大切な跡取りだ。その息子が、1991年の徴兵身体検査で不合格の判定を受けた。理由は体の不調によるものだったとされている。詳細は記録に残っていないが、息子本人にとっても、それは予期せぬ結果だったという。その知らせを聞いた父親は、何も言わなかった。家族の前では、いつも通りだった。怒るわけでも、嘆くわけでも、息子を責めるわけでもなかった。ただ、静かだった。その静けさの意味を、誰も当時は読み取れなかった。だが父は、密かに動いていた。53歳という年齢で、父は一人で裁判所へ向かった。そして自らの手で、一通の嘆願書を書き上げ、窓口に提出したのだ。その内容は、誰も想像していなかったものだった。自分はかつて兵役を果たした父親である。息子の代わりに、自分が軍へ行く。そう、彼は記したのだ。法律上、それは認められることではなかった。嘆願書はすぐに却下された。父親はその結果を受け取り、何も言わずに家へ帰った。息子にも、妻にも、誰にも話さなかった。その紙は裁判所の記録倉庫に静かに収められ、35年という長い歳月の中で、忘れ去られていった。息子はその事実を、全く知らなかった。父が何をしようとしていたのか、どんな気持ちで裁判所の重い扉を開けたのか、そして、却下の通知を受け取った帰り道、父はどんな顔をしていたのか、何一つ知らなかったのだ。次のパートでは、この父と息子がどんな関係を築いてきたのか、そしてその嘆願書が35年後、どのようにして息子の手に渡ることになったのか、その経緯へと踏み込んでいく。父と息子の関係は、決して言葉の多いものではなかった。
父は寡黙な人だった。感情を表に出すことを良しとしない。昭和の気骨をそのまま体に宿したような男だった。息子が何かに悩んでいても、父から声をかけてくることはほとんどなかった。ただ、黙って隣に座っている。それが父なりの寄り添い方だった。息子もまた、父に甘えることを知らずに育った。幼い頃から、父の背中を見て育った。早朝に家を出て、夜遅くに帰ってくる。疲れ果てた顔で、それでも翌朝にはまた起き上がる。その繰り返しだった。ありがとう。も、苦しい。も、父は口にしなかった。息子はその姿を見て、強さとはそういうものだと思い込んで生きてきた。だから、兵役の検査で不合格になった時、息子は父に何も言えなかった。国のために戦う資格すら持てなかった。という恥の感覚があった。父は元軍人だ。きちんと兵役を果たした人だ。その息子が、検査で引かれた。それを打ち明けることが、どうしてもできなかった。父もまた、何も言わなかった。息子の目の前では、何も言わなかった。しかし父は、密かに動いていた。誰にも告げず、一人で裁判所へ向かった。53歳の体に、背広を着て、老いた手で、便箋に言葉を綴った。息子の代わりに、私が行く。と、その嘆願書は却下された。当然のことだった。53歳の老いた父親が、20代の若者の代わりに軍へ入ることなど、法律が許すはずもない。父は結果を誰にも話さなかった。息子にも、妻にも、ただ、何事もなかったかのように、また翌朝から働き続けた。あれから35年が過ぎた。2026年の春、息子はある事務整理の中で、古い書類の束を受け取った。地方裁判所の記録保管庫から移管されてきた。廃棄予定の文書文だった。息子の仕事上、そうした書類に目を通すことは珍しくなかった。しかしその日、彼の手が止まった。色あせた便箋の右上に、見覚えのある名前があった。父の名前だった。次のパートでは、息子がその便箋をゆっくりと開いていく。その瞬間へと踏み込んでいく。5年が過ぎた。2026年の春、息子はある事務整理の中で、古い書類の束を受け取った。地方裁判所の記録保管庫から移管されてきた。廃棄予定の文書文だった。息子の仕事上、そうした書類に目を通すことは珍しくなかった。しかしその日、彼の手が止まった。色あせた便箋の右上に、見覚えのある名前があった。父の名前だった。手が、かすかに震えた。それは1991年。息子が22歳だった年のことだ。当時、息子は徴兵検査で不合格の判定を受けていた。身体的な理由だった。本人よりも、父親の方がそれを深く気にしていたことを、息子は知っていた。しかし、それがどれほどのことだったかは、知らなかった。便箋を、ゆっくりと開いた。そこには、父の筆跡で、丁寧に、しかし切実に、言葉が綴られていた。私は軍隊を経験した父親です。息子の代わりに、私が行きます。たった一行だった。しかし、その一行の重さに、息子は息ができなくなった。父は当時、53歳だった。現役の兵士として適齢をとうに過ぎた年齢だった。それでも父は、正式な、つまり嘆願書を、裁判所に提出していた。息子が知らないまま、一人で、申請は当然、却下された。記録にはその旨が、事務的な文字で記されていた。しかし父はその結果を、息子に一度も話さなかった。怒りも、落胆も、見せなかった。ただ普段通りに、夕飯の席に座っていた。息子は、35年間、何も知らなかった。父がなぜあの頃、少しだけ無口になっていたのか。父がなぜ、息子の身体のことを二度と口にしなかったのか。すべてが、今になって、音を立てて繋がっていった。便箋を持つ手が、止まらなくなった。息子はその夜、父に電話をかけた。84歳になった父は、少し耳が遠くなっていた。息子は大きな声で、それでも途切れ途切れに、言った。知ってたよ。ようやく、知ったよ。電話の向こうで、父は長い沈黙の後、笑った。照れたような、小さな笑い声だった。それが、息子が初めて聞いた、父の泣き笑いだった。あの日から、二人の間に流れる空気が、少しだけ変わった。
言葉は増えなかった。しかし、沈黙の質が変わった。互いに寄りかかれる、柔らかな静けさになった。父と息子は、ようやく同じ時間の中に立っていた。あの電話の夜から、季節が一つ変わった。父と息子の間に、何か柔らかなものが根を張り始めた。言葉にはならない。形にもならない。それでも確かに、そこにあるものだった。息子は、父の若い頃を想像するようになった。35年前、まだ53歳だった父。その背中はどんな形をしていたのだろう。法院の窓口に立ち、一枚の紙を差し出した時、父の手は震えていただろうか。それとも、静かに落ち着いていただろうか。息子には、わからない。しかし今なら、感じることができる。あの父ならきっと、静かだったと思う。怒りでもなく、焦りでもなく、ただまっすぐに、息子のために立っていたのだと。IMG。夕暮れ時の縁側に並んで座る老婦と中年の息子を、静かに茶を飲む後ろ姿。思い返せば、一番幸せだった頃がある。息子が小学校に上がる前の、ある夏の記憶だ。父は仕事から帰ると、いつも玄関で靴を脱ぎながら息子の名を呼んだ。特に理由はない。ただ、帰ってきたことを伝えるように、その声が好きだった。低くて、少し疲れていて、それでも温かかった。あの声を聞くたびに、世界が安全な場所だと感じた。子供だった息子には、それだけで十分だった。父が笑うと、家の空気が変わった。難しい顔をしていても、笑うと急に若くなった。そういう人だった。しかし、幸せな時間はいつも、予告なく終わる。息子が高校を卒業した年の春、父は仕事を失った。長年勤めた会社が、突然の倒産を迎えた。50代の男に、次の職場はなかった。家の中に静寂が広がった。父は毎朝、同じ時間に起き、同じ服を着て、どこかへ出かけた。しかし行き先はなかった。ただ、家族に心配をかけまいとして、歩き続けていた。息子はそれを、当時は知らなかった。知ったのは、ずっと後になってからだ。母から聞いた。ある冬の夜のことだった。あの頃から父の背中は、少しだけ小さくなった気がした。しかし折れなかった。曲がらなかった。黙って、立ち続けた。その姿が、息子の中で今も生きている。父はいつも、倒れそうになりながら、それでも倒れなかった。言葉はなかった。説明もなかった。ただ、そこに居続けた。それが父の、唯一の語り方だったのかもしれない。息子はようやく、その語りを読み取ることを覚えた。35年という時間をかけて、一枚の紙を通じて、父の沈黙には、意味があった。深く、重く、確かな意味が、父の沈黙に、意味があった。それを知った息子は、しばらく動けなかった。あの短板書を手にしたまま、ただ呼吸を繰り返すことしかできなかった。人はいつ、支えられていたことに気づくのだろう。多くの場合、それはずっと後になってからだ。支えてくれた手が、もうそこにない頃になって、ようやく気づく。息子もそうだった。身体検査で不合格の判定を受けたあの日、息子は何かを諦めていた。社会の一員として認められないような、そんな感覚があった。友人たちが次々と入隊していく中で、自分だけが取り残されているような気がしていた。口には出さなかった。でも、心の中では何かが折れかけていた。父は、そのことを知っていた。息子が見せなかった傷を、父は見ていた。言葉を交わしたわけではない。息子が打ち明けたわけでもない。それでも父は、息子の内側で何かが揺れていることを、静かに感じ取っていた。だから父は、動いた。53歳の男が、法廷に向かった。便箋に言葉を綴った。息子の代わりに、私が行く。と、軍を経験した父として、その義務を果たす資格があると、父は本気で信じていた。もちろん、認められるはずがなかった。法律はそれを許さなかった。短板書は却下された。それでも父は、書いた、提出した、諦めなかった。その行為に、見返りはなかった。息子に知らせるつもりもなかった。父はただ、できることをした。それだけだった。息子がその短板書を見つけたのは、35年後のことだ。古びた書類の束の中に、それはあった。色あせた紙に、しかし確かな筆跡で、
父の言葉が残っていた。読んだ瞬間、息子は初めて理解した。あの頃、父がなぜあれほど黙っていたのかを何も言わないのではなく、言葉以外の方法で伝えていたのだと。支えるとは、こういうことだったのかもしれない。声にならない言葉で、形にならない愛で、ただそこに居続けること。倒れそうな息子の隣で、父もまた必死に立っていた。その事実が、今の息子を変えつつある。その、お読みを得た息子は、しばらくその場から動けなかった。手が震えていた。声が出なかった。ただ、焦った紙を両手で持ったまま、立ち尽くしていた。35年という時間が、一枚の紙の上に静かに刻まれていた。父は何も言わなかった。あの頃も、その後も、ずっと黙っていた。息子が徴兵検査で不合格になった時、父は責めなかった。慰めもしなかった。ただ、いつも通りの顔で夕食の席に座っていた。息子はずっと、それが父の無関心だと思っていた。期待されていないのだと、そう解釈していた。しかし違った。全く、違ったのだ。父はあの日、53歳の体を引きずって法院に足を運んでいた。自ら筆を取り、たった一枚の書を書いた。私が代わりに行く。と、軍隊を経験した父親として、息子の代わりに入隊する意思があると、そう正式に申し出ていた。もちろん、認められなかった。法律上、許されることではなかった。しかし父は、それでも書いた。書かずにはいられなかったのだ。息子は今になって気づく。父の沈黙は、諦めではなかった。父の無言は、無関心ではなかった。言葉にできない何かを、言葉以外の形で表現しようとしていた。それが、あの、書だった。人は変わるきっかけを、思わぬ場所で見つけることがある。息子にとって、それはこの瞬間だった。35年越しに届いた父の声が、息子の何かを静かに溶かしていった。長い年月をかけて積み上げてきた誤解という名の壁が少しずつ崩れていくのを感じた。父を理解できなかったのではない。理解しようとしていなかっただけかもしれない。見えていなかったのではない。見ようとしていなかっただけかもしれない。その気づきが今の自分を作っている。父がかつて選んだように息子もまた選ぼうとしていた。誰かのために声にならない形でただそこに居続けることを、それが愛の形だと今は思う。父が教えてくれた唯一の、そして最も深い言葉。35年の時を経てようやくその意味が息子の胸に届いた。そしてこの変化はまだ終わっていない。その紙は古びた封筒の奥に眠っていた。35年という時間が確かにそこに刻まれていた。息子は震える手でその文字を追った。一行、また一行、読み進めるたびに胸の奥が締め付けられていった。私はかつて軍に服務したものです。息子の代わりにこの私が参ります。たった一枚の嘆願書。法律的には意味をなさない訴え。裁判所はこれを正式に却下した。しかし父はそれでもこの紙を書いた。書かずにはいられなかったのだ。1991年、父は53歳だった。長男が身体検査で不合格の判定を受けた時、父の心に何が去来したのか、息子には想像するしかない。しかし今ならわかる気がした。父にとってそれは屈辱ではなかった。息子が傷つくことへの父の痛みだった。世間の目が気になったのではない。ただ自分の子供が苦しむことに耐えられなかった。だから父はペンを取った。誰にも言わずに一人で却下されることをおそらく最初から分かっていたかもしれない。それでも書いた。それが父という人間だった。息子はその場でしばらく動けなかった。声を出すこともできなかった。目の前がぼやけていくのを感じながら、ただその紙を胸に抱きしめた。これまでの人生の中で父に感謝したことは何度もあった。しかしこの瞬間は違った。感謝という言葉では届かない場所にある何かだった。父は今年88歳になる。背中は丸くなり、声も小さくなった。でもその目は昔と変わらず、息子を見るとき柔らかく細くなる。息子は翌日父に会いに行った。嘆願書のことは何も言わなかった。ただ玄関を開けた瞬間、父の手を握った。
父は不思議そうな顔をした。息子は笑いながら、こう言った。なんでもない。会いたくなっただけだよ。父は少し照れくさそうに、でも嬉しそうに笑った。その笑顔を見たとき、息子は初めて気づいた。父も、ずっと待っていたのかもしれない。言葉ではなく、ただそこにいてくれる誰かを。35年前の嘆願書は、裁判所に却下された。しかし今日、それはようやく、届くべき場所に届いた。息子の、胸の中へ。そしてこの話は、ここで終わらない。父と息子の間に流れていたものが、次の世代へと続いていく。それから、父と息子の間に流れる空気が、少しだけ変わった。劇的なことは、何も起きなかった。大きな言葉も、涙の再会劇も、なかった。ただ、静かに、確実に、何かが変わっていった。息子は、以前よりも頻繁に父へ電話をかけるようになった。用事がなくても、電話した。最近どうだという一言だけで、長い沈黙が流れることもあった。それでも、息子は電話を切らなかった。父も、切らなかった。二人とも、その沈黙の中に、長い年月分の言葉が詰まっていることを知っていたから、父は、88歳になった今も、一人で朝の散歩を続けている。5時半に起きて、決まったルートを1時間歩く。その習慣は、30年以上変わっていない。息子が訪ねた朝は、二人で並んで歩いた。父は足が遅くなった。息子は、少し歩幅を縮めて、父に合わせた。以前なら、気づかなかったかもしれないことだ。あの嘆願書を読んでから、息子には見えるものが増えた。父の手の節、薄くなった白髪、それでもまっすぐ前を向いて歩く。その背中、すべてが、語りかけてくるような気がした。息子には、今、20代の子供がいる。ちょうど、あの嘆願書が書かれた頃の自分と、同じくらいの年齢だ。息子はある日、子供に話した。おじいちゃんが、35年前にこんなことをしていた。と、子供は驚いた顔をして、それから静かに言った。それって、すごいことだよね。その一言が、息子の胸に刺さった。そうだ、すごいことだ。でも父は、一度もそれを自慢しなかった。語らなかった。ただ、書いて、提出して、却下されて、黙っていた。それが父という人間だった。息子はその時、初めて思った。自分も、そういう親でいられるだろうか。と、言葉にしなくても伝わるものを、持てるだろうか。35年後に、誰かの胸に届くものを。あの一枚の嘆願書は、もうずっと息子の手元にある。複写したものを、額に入れて飾っている。父の字で書かれた、不器用で、まっすぐな文章。法律的には、何の効力も持たなかった。でも、息子にとっては、どんな文書よりも重い。一枚の紙が、35年の時間を超えた。そして今、それは次の世代へと手渡されようとしている。この話には、まだ続きがある。あなたには、誰かに言えないまま、抱えていることがあるだろうか。言葉にできなかった。伝えるタイミングを、ずっと逃し続けた。それでも、その気持ちは確かに、どこかに残っている。あの父親も、そうだった。息子には何も言わなかった。裁判所に却下されたことも、一人で書いた。あの嘆願書のことも、ただ黙って、隣に立っていた。親というのは、そういうものかもしれない。声にならない愛を、静かに折りたたんで、どこかにしまっておく。それが形として現れるのは、ずっと後になってからだ。35年という時間が必要だった。一枚の紙が、倉庫の棚で眠り続けた。35年、息子はその紙を手に取った時、父が若かった頃の姿を、初めて想像した。53歳の男が、一人で法律の書式に向き合って、不慣れな言葉を並べた。私が代わりに行きます。と、その文字は、震えてはいなかった。まっすぐだった。迷いのない、父親の字だった。今日、この話を聞いたあなたに、一つだけ聞いてみたい。あなたの父親は、今、どこにいるだろうか。まだ話せる距離にいるだろうか。もしそうなら、急がなくていい。でも、忘れないでほしい。伝えられる時間はいつまでもあるわけではない。嘆願書は却下された。でも、父の思いは消えなかった。35年後に、ちゃんと届いた。愛というのは、
そういう形をしていることがある。書類1枚の中に折りたたまれて、誰にも気づかれないまま、ずっとそこにある。この話は、2026年の今も、まだ続いている。息子は今年、自分の子供に、その複写を見せたという。父から子へ。そしてまた、その子へ。一枚の紙が、静かに、時代を渡っていく。今日も、最後まで見てくれてありがとう。